おはようございます。ビデオシリーズへようこそ。前回は光の強度に関する問題を取り上げ、光の強度が主数子の照明の品質パラメータであるという一般的な考え方を否定しました。貯水用照明器具の光の品質はむしろ2つの要素、すなわちエンジェル性と色温度で構成されることを説明しました。ペンリチは現熟症についてお話します。まず現熟症とは何かを理解することから始めます。次も一般的な評価方法を分析してみましょう。このモデルに対する批判を理解してみましょう。そして最後に以下のような代替モデルについて掘り下げていきます。光源の炎上性を評価するのに試した代替モデルを掘り下げます。では炎上性とは何でしょうか。視在圏系とは光が物体の色を正確に表現する能力を指します。この定義は国際照明委員会によって確立されました。まず前提として、色は物体の本質的な特性ではなく、観察者によって形成される視覚的な識別であり、主語に観察者自身、周囲の物体、そしてその物体を照らす光の特性の3つの要素に依存します。したがって炎上性の高い光は物体の色を正確に表現できるため、生活の死を生じさせることができます。また主数子での使用を下に取ると、様々な組織を容易に区別することができます。炎磁性はどのように計算されるのでしょうか。アイシは炎直性とは何かを定義しただけでなく、人工光源の炎直性を計算するモデルも作成しました。この計算では人工光源の炎軸性を基準とされる光の炎軸性と比較することを考えました。この2種類の光を比較して得られた数値は0から100までの範囲の数値となり、100が最大値となります。100は対象とする光源と基準光源のエンジェル性の異視度が最も高いことを意味します。同上、ラとして定義される円周評価素 CRI は、これら2つの円磁性の比較を直接的に示すものではありません。ラは対象とする光源と基準光源の3つのテストからの比較における算数平均を表します。研究者たちは当初の秘術のテストからでは光のスペクトル全体を完全に網羅していないことを実証しました。また光の字を決定するにはこの8つの要素のみに来ることは不十分であるとも主張しました。その結果、追加のテストからが徐々に組み込まれ、最終的に学級15のテストからとなりました。この拡大は円周評価則の参照において中心的な役割を果たし、変異 CRI と拡張 CRI という2つの異なる測定方法の導入につながりました。変異 CRI はものを8つのサンプルのみに基づいており、拡張 CRI は15のサンプルからの比較に基づいています。しかし炎色評価則について話す場合、通常は1つのサンプルからに基づく世間の計算のみを指します。また、指示分野で使用されている CRI についても、いくつかの批判が提出されています。8つの実験時は、医療環境を本当に代表するものではありません。この8つのサンプルでは、9番目のサンプルである CR9 の分析が行われていないためである。R9 は手数用ライトの分析に本当に必要だ。手術環境では円周評価書を考慮し、この E を R9 の円周評価書と統合する。なぜなら木は手術中に重要な色だからです。しかし注目すべきは R13 と R15 という他の追加可能な子があり、これは白人及びアジア人の際の色の位置を調べるのに役立つ可能性があることです。これら3つのオプションを学級すると、医療分野にとって貴重な洞察が得られる可能性があります。これらの字を追加してもエンジュール評価数をもないた計算は完全には機能していないようです。
この指数を最初に開発した IC は特に最近の技術開発を受けて現在ではこの指数を不十分であるとみなしています。長年にわたる広範な研究の結果、円熟評価素には輸出の批判的観点が存在することが明らかになりました。最初の主な批判はまさに比較の観点です。円種評価数は絶対子ではなく、自然で真の光の状態を前提としているが、色の刺激には主観が伴うため、それを実現することは絶対に不可能である。白井の比較の側面については議論があるものの、差のモデルを参照する場合でも、比較モードは円樹性を測定する唯一の有効な方法である。したがって他のモデルを参照する場合でも、この批判に対する解決策は存在しない。したがってこれは批判として考慮すべきではありません。2つ目の批判は、これは現実的な批判となるが非温度に関するものである。円樹評価素では光源の離温度は考慮されない。そのため白温度が非常に低いランプと色温度が高いランプに対しては同じ手法が用いられる。次に3つ目の批判は特にテストからの部族に関するものである。CRI 基準の参照では一つのテストからのみが考慮されますが、これらはすでに詳しく説明したように代表的なものではありません。CRTQ の再現による価値を考慮する必要がある病院環境ではさらに代表性が低くなります。4つ目の批判はやはり限られた数のテストからに関するものです。近海は簡略化された8つの CRI テストからではなく、拡張された15の CRI テストからに焦点が当てられています。しかしこの15のテストからでさえ照明スペクトルにおける全ての色の範囲を正確に表現することはできません。それはこれらのテストからは色の鮮やかさを考慮しておらず、立志したい理想の色を区別することが困難だからです。最後に9つ目の批判は、これら15のテストからの分析におけるオワーユスの考慮に関する問題を指摘しています。最後の3つの批判については CRI を再適化するために照明パラメータを手動で調整する能力が正確なる表現を権威性にしてまで求められるというさらに深刻な問題があります。その結果、知の上では素晴らしいパフォーマンスが実現できても、実施には色がかなり不正確になることがあります。例えば、一般的に標準原色評価値が不足している手図使用照明器具を力に考えてみましょう。しかし R9 のC については赤白 LED を採用することで簡単に生じさせることができます。これにより柱面上での色表現は大幅に改善されます。残念ながらこの改善はランプの実機の円縮性を犠牲にして実現されたものです。円種評価素とその信頼性に対する批判があるにもかかわらず、この評価指標は出資の光源の円熟性を評価する唯一の国際的に認められた法的枠組みとして残っています。 IEC6001 ツイン41規格では、手図紙のランプは円熟評価指数85から100の間でなければならないと規定しています。この非常に広い範囲の中で85が主水ヨドランプの基準値として特に選ばれているのは、このハビが人間の目が識別できる最大値であることが証明されているためです。しかし手図使用ランプのメカファー、円熟評価値が85よりも100に近いランプを製造する傾向があります。研究によると、人間の目は85以下の直しか検出できず、この口を超えると止血が限定的になることが示されています。円種評価数が90を超えることが使用書必要となる状況はほとんどありません。したがってより高い暗調評価数を要求しようとするのは学術的なポミに過ぎないように思われます。また95を超える指数値はエネルギー効率を受縮値化させることも考慮しなければなりません。したがって95を超える可視数値ではエネルギー効率が大負に値化することを認識することが重要です。したがって手図紙の手図用ランプは円樹評価数が90、95であることが望ましいと言えます。
ガルの品質を円熟性に基づいて評価することは正しいだけでなく望ましいことです。しかし、円熟評価数が不十分であることが示されているため、代替方法を探求することも正当なことです。オンシール全を評価するための包括的かつ正確な測定方法を見つけることに焦点を当てるべきです。円子上映を測定する他のモデルはありますか？はい、この目的のために設計された様々なモデルがあります。長年にわたり様々な円熟性を参照するシステムが提案されてきましたが、その中でもとも広く受け入れられているのは TM33 出法です。TM30 は現状評価数とは異なり、15色のカラーサンプルのみを考慮するものではなく、99色のカラーサンプルを考慮します。そしてこの99色のサンプルは10万のスペクトルの分析から導き出されています。さらに TM30 では評価対象の光源の色温度を考慮することができ、彩度や色の鮮やかさも評価します。そしてこれらの特性により TM30 は円周評価数よりも光源の円熟性を評価する上で信頼性が高いのです。したがって今後は円熟性の評価指標として円時何を学んだかまとめますと、光が色を正確に表示する能力をなす矢印という概念を理解しました。また円時性を評価測定する標準的な方法として円時評価数があることも分かりました。円周評価数を評価するための2つの実験について調査しました。最初の実験ではヘッズの実験値を使用し、これは標準とみなされています。一方、2つ目の実験では15の実験値を使用し、拡張版と呼ばれています。しかしこれらの方法はいずれも円熟性を正確に表すことができないという重大な批判に直面しています。この弁を考慮し、次に手図紙の証明における円熟性の規範的な要件について調査しました。この考えをさらに発展させ、将来的な可能性のある進歩について徹底的な評価を行いました。その進歩の一つとして CRI 値の代わりに TM30 の値を使用することが考えられます。ご清聴ありがとうございました。